オプティマス、サイバーキャブ、そして軌道上の AI。一見全く違う計画です。ロボットと無人タクシーと宇宙です。でもこの3つが必要としているもの、これは同じなんです。おはようございます。ケンです。昨日テスラとスペース X が半導体製造拠点であるテラファブ、この建設地を発表しました。テキサス州グライムス郡です。ただ今日お伝えしたいのは工場の大きさではありません。なぜ半導体メーカーでない会社がチップを外から買うだけでは足りないと考えているのか、その理由です。先に言っておきます。この計画はチップを安くすることではありません。テキサス州に提出された申請書に目的がはっきりと書かれていました。ここは後半でお見せします。見ていく順番は製品、半導体の需要、内製の理由、テラファブの中身、量産への影響、そして未解決の課題についてです。まず、オプティマス、サイバーキャブ、軌道上 AI の共通点から、スペース X の発表によれば、テラファブが作るチップは2種類です。一つがエッジコンピューティングと推論に最適化されたチップです。これがオプティマスと自動運転のサイバーキャブに乗ります。2つ目が宇宙のデータセンターを動かすための高出力チップです。これがスペース X の軌道上 AI 向けです。ここで大事になってくるのが必要な数なんです。AI モデルは1つ作れば何百万人でも使えます。でもオプティマスは1体ごとに演算装置がいります。サイバーキャブも1台ごとにいります。つまり AI 製品っていうのは売れれば売れるほどチップがいるんです。モデルの性能を上げる競争とは必要になるものが違うんです。ではなぜ外部のファウンドリーから買うだけでは足りないのか。ここで申請書の話になります。テラファブはテキサス州の JETI っていう税制優遇プログラムに申請しています。その申請書は公開されていて誰でも読むことができます。そこにこう書かれていました。この垂直統合モデルは製造サイクル時間を大幅に短縮し、設計の反復速度を高めて供給網の体制を改善することを目的としているというふうに書かれています。決して安くするっていうことは書いてはないんです。書いているのは時間の話なんです。つまりどういうことかと言いますと、チップを外に発注すると設計を変えるたびに待って送ってまた待つっていう往復が発生します。その一周がどれだけ短いかで製品を出せる速さっていうのは決まってきますよね。テラファブの狙いっていうのはその往復をなくすことなんです。設計から製造、パッケージング、テストまでを一箇所に集めれば一周が短くなります。だからこの計画の意味っていうのはチップの価格ではなくって AI 製品を発売できる速度にあるんです。これは僕の推測ではありません。申請書にそう書いているんです。では、テラファブは何を自社でやるのか、申請書に列挙されていました。集積回路の設計、フォトマスクの製造、ウェハーの製造、先端パッケージング、そしてシステム統合です。さらに支援設備として自社の発電施設と宇宙用コンピュータの試験施設も含まれています。ただし、ここは正確に言っておきます。内製化と完全自給っていうのは違います。申請書には2ナノメートル未満の先端プロセスについて確立された半導体製造企業及び装置企業との戦略的提携を通じて導入する見込みだとも書かれています。つまり外部の半導体企業が不要になるという計画ではありません。実際にインテルがこのプロジェクトの提携先として報じられているんです。ではここで数字を整理しておきましょう。混同しやすいところとなっております。初期投資は168億ドルです。申請書にある4段階の総額っていうのは550億ドルから1190億ドルの幅なんです。これは確定額ではなくって想定される範囲として書かれています。製造スペースは
1億平方フィート超。これは計画値であって完成された施設の広さではありません。テラファブという名前が示す1テラバット級という数字は電力の消費量ではなくって年間のコンピュート生産能力に関する長期目標です。現在の生産実績ではありません。まだ何も作ってはいません。そしてもう一つ主体を正確にしておきます。申請書はテラファブ AI LLC という別の会社なんです。テスラとスペース X、そして XAI の3社による共同事業として申請されています。テスラとスペース X は別の会社です。テラファブで協力していることと両社が一つになるっていうことは別の話です。はい、ということでここまでが構想です。実現できるかどうかっていうのは全く別の問題になってきます。課題を挙げておきます。まずはぶどまりです。半導体は作ったうちの何割が使えるかで採算が決まります。新規参入でいきなり2ナノ未満をやる難易度は極めて高いです。そして人材と製造装置です。先端の露光装置っていうのは供給が限られています。経験のある技術者も世界中で取り合いです。そして電力と水。申請書には自前の発電施設と水処理、リサイクル施設が含まれています。それだけ大量にいるということになります。そして地元の反応も分かれています。報道によれば住民の間では税の優遇と軍当局の情報開示の少なさへの懸念が出ているようです。地下水や電力網への負担も論点となっています。スペース X は井戸水への影響を避けるためギボンズクリーク貯水池の水を使うと説明しています。そしてもう一つ、申請書に率直に書かれていたことがあります。税の優遇がなければこの投資は基準に届かないと。アリゾナなど他の州の方が有利になり、プロジェクトはテキサス外へ移る可能性が高いと。優遇によって実効税負担はおよそ 48% 下がるとも書かれています。つまりこの計画っていうのは税制を前提に成立しているんです。はい、ということで今日の内容を整理していきたいと思いますけれども、確認できた事実としては、建設地はテキサス州グライスム郡です。申請書はテラファブ AI LLC でテスラ、スペース X、XAI の共同事業です。初期投資は168億ドルです。4段階の総額は550億から1190億ドルの幅です。製造スペースは1億平方フィート超の計画です。設計、フォトマスク、ウェアハー製造、パッケージングテスト、これを1箇所に集約しています。自前の発電施設と宇宙用コンピュータ試験施設を含んでいます。2ナノ未満は外部企業との提携で導入を予定しています。分析と仮説としては、半導体内製によるコストの低下、供給制約の解消、製品開発速度の向上、ロボタクシーやオプティマスの量産時期への影響、これらはまだどれも証明はされていません。今後確認すべき証拠は5つです。まずは正式な投資額です。幅ではなく確定した金額が出るかどうか。そして建設の進捗です。着工と実際の工事の進み方です。そして製造工程としてはどこまで自社がやり、どこを提携に頼るのか、そして稼働時期です。いつ最初のチップが出てくるのか、そして実際の生産能力として目標ではなくて実績としての数字、これがきちんと出てくるかどうか、これが非常に重要になってくるんじゃないかと思います。ということで今日一番覚えて帰ってほしいのはこれです。テスラは自動車会社なのか AI 企業なのかっていう問いはもう古いんです。問うべきなのは AI 製品の生産に必要な供給網まで自分で作れる会社になれるのかです。そしてその狙いっていうのは価格ではなく速度でした。申請書にそう書いています。なのでこのテラファブがどれぐらいのスピードで建設されて、そして実際の製品がどれぐらいの速さでできて、さらに大量生産というところまでどれぐらいのスピード、そして改善がどれぐらい早く行われるのか、これがテラファブの肝になってくるんではないかなと思いますので、今後はテラファブに関してはスピードっていうのが一つのキーワードとしてどうやって世の中に製品を出していくのか、ここを見ていくっていうのがいいんではないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。
追伸です。パワーウォール3の注文の受付が開始しました。あなたの家の近くの代理店さんご紹介いたしますので、パワーウォールの導入を検討されている方は概要欄にお問い合わせフォームを置いてますので、そちらの方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。